はい、お羊座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は4月後半の星の解説とタロットリーディングを通してどんな気づきがあるのかをまた一緒に見てみたいと思います。よろしくお願いします。それからですね、今実は春のセールをやっています。私、占星術のテキストだったりとか動画講座を販売しておりますので、もし興味ある方いらっしゃったら、今ほとんどの商品が全て 20% オフになっていますので、この機会にぜひご覧になってみてください。概要欄にリンク先載せておきます。では行きましょう。4月後半です。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。後ろはカップ9でしたね。いきます。カップの3、ソードナイト、カップクイーンの逆、そしてペンタクス6、ペンタクスの3、忍者逆、ワンド8逆。はい、気をつけることは対策が、ワンドのプリンセスですね。ワンドのページと、戦車の逆とオラクルはちゃん、ソードの5です。なるほど。ですね、本当にこの4月の後半は重要なタイミングになります。お羊座さんは特に。なので、4月の17日が新月なんですけれども、この時にちょっともう一回改めてね、ちゃんと皆さんに説明したいなと思ったので、YouTube ライブをやります。4月17日新月の夜。夜の8時半からやりますので、もしタイミングが合う方いらっしゃったら、ご覧になってください。それと、なんて言うんでしょうね。4月の10日以降、火星も、戦っていく力とかね、切り開いていく力っていうのも、お羊座に入っています。さらに、4月15日以降は、ビジネスとかコミュニケーションとか、交渉事とかですね、そういったものを司る水星もお羊座に入ります。なんかもうお羊座祭りっていう感じなんですけど、お羊座っていうのは何か種から芽が出るみたいな、このお羊座のマークのように、新しく始める、全くブランニューなところから0から1になるみたいな、そういったエネルギーなので、それが4月の17日は大きいわけです。で、さらに、芽が出るだけじゃなくて、その後ですね、4月の後半に向けて20日以降、特に24日、25、26ってなってくると、もうぐんぐんそれが加速してしまうんですね。なので、本当に自分にとってプラスになる決断をしてもらいたいですし、この時、単にね、手っ取り早く結果出したいからこれ願ってこれ叶えるとかっていうのではなく、本当に自分の人生にとってプラスになるものを選択してほしいなというふうに思います。それぐらい勢いが強いんです、この後半ね。そして、こちらのカペラノートにも書いてましたが、やっぱりちょっとね、前回の4月前半のタロットリーディングもちょっとそうだったと思うんですけど、何かが終わるよっていう感じだったと思うんですけど、もしかしたら中にはやっぱりちょっとネガティブな感情を感じたりとか落ち込んだりとかっていうことを経験された方もいらっしゃるかもしれませんね。でもその分ですよ、もう落ち込んだりネガティブになったり、これまでのものに対しての手放しみたいなのがあった分、この4月の後半、特にもう20日過ぎてから24日過ぎてからの方が、ぐぐぐっとギアチェンジするっていうのかな、いきなり強烈に前に進むエネルギーになってくる。要するにちょっとネガティブなこととか、そういったものを振り切るかのように走りたくなるっていうのが出ていて、カードでもそれが出ていましたね。なので、それぐらいとても強いエネルギーの流れが始まるよっていうタイミングだと思っておいてください。なので本当に17日もYouTube ライブやるんですけど、今お羊座さん向けにこうやってお話ししてるんですけどね、一人一人のチャートで見てほしいっていうのが本当はあるんですね。やっぱり一人一人はもちろん持ってるものが違うから、そういう意味も含めて26日はお話し会っていうのはそういった見方とか、全然星のことを勉強してなくても分からなくても大丈夫なように、ちゃんと資料をつけてお話し会をするので、そちらもより詳しく、この26日以降の流れを見たいなという方は、26日の動画講座にもご参加いただけたら嬉しいです。ちょっとその上でね、このカードなんですけれども、今ね、入り口がやっぱりカップの3です。なので、きっとこうすればうまくいくっていうようなものが見えているんだと思うんですね。で、それは一人で達成するものではなくて、誰かと協力しながら、
分かってくれてる人と協力しながらやっていくよっていう流れがあり、おそらく本当にもうどうにもこうにもうまくいかないっていうのではなく、こうすればうまくいくという道筋が見えている。だからこそ、そこに早く行きたいみたいな感じで、ちょっと焦ったりとか、早くもっと効率よく動きたいとか、急いでいるっていう感じがすごくしますね。急がなければならない状況なのかもしれませんし。だけど、やっぱりお羊座さん、本当にこの時期ってめちゃくちゃ大事なことが起こってるはずなんです。宇宙のエネルギー的にね。ですから、同じことをしていたとしても、お仕事、同じことをしていたとしても、おそらく内側では感じてること違うんだろうなと思いますし、その本当の自分にとっての喜びって何なのとか、自分の基盤って何なのっていうことを、もう一度改めて思い出させてもらえるために、感情が揺れていたって感じがします。ここでカップのクイーンの逆が出てるので、ちょっと珍しくナイーブになっていたっていうのかな。普段だったらそんなこと気にしないって言ってパーンっていくことも、ちょっと待ってって、もしかして自分が悪いのかなとか、自分が生み出してしまった結果なのかなみたいな感じで、ちょっと自分を振り返ることが多かったのかなと思います。でもこれは、必要以上に自分を責めたりとか、下げすんだりとかはしないでほしいんですけど、やっぱりちょっと振り返るっていうのはいいことですよね。で、その上で、非常に今やっぱりバランスを保ちつつあるっていう感じが出ています。ウェルビーイングっていうカードが出ているので、これも本当に、ペンタクスの6っていうのは、非常にバランスの取れたエネルギーなんです。何か自分ができることはやってあげようとか、大変な時は助けてもらおうとか、この金銭的なもののバランスも取れるっていう意味もありますし、エネルギーバランスですね。自分ばっかりがやっているとかいうことではなく、やってもらうこともあるし、やってあげることもあるし、みたいな、そういうエネルギーなので、少しもしかしたら4月の前半にちょっとナイーブになっていたよっていう方は、少しずつ本当に気持ちが晴れていくっていうか、ちゃんと考えて進んでいるなって感じもあります。で、さらにここからやっぱりゲインということで、何かが膨らむよとか増えていくよというカードが出てるんですね。で、これはペンタクスの3ということで、ここでもカップの3が出てたんですけど、誰かと協力しながら、専門家の知識を合わせていきながら、一緒に協力して何かを作っていくっていうカードが出ています。なので、もしお仕事で何かプロジェクトを進行してますっていう方いらっしゃったら、そのプロジェクトは順調にいくんだなっていうふうに思いますし、趣味でもプライベートでもどんどん倍々になっていくっていうのかな、培養されていくって言ったら変な言い方ですけど、1たす1は2とかじゃなくて、1たす1が3になったみたいな、3たす3が本当は6だけど9に増えたみたいな、そういうすごい勢いが増していくみたいな、そんな感じがあります。で、何をするにしても、何をしないにしても、とにかくこの4月の後半のエネルギーっていうのは進んでしまうんです、流れが。なので、もし自分を陥れるようなごまかしのエネルギーで過ごしてしまったら、そっちでもやっぱ流れてしまうんですね。だから本当に、クリアに自分の本当に望むものを体験してもらいたいなと思うんですけど、ちょっと流れが強くなった時に、改めてやっぱりまたね、ちょっと待って考えてみようみたいな感じでちゃんと内省されてるっていうカードが出てるので、これはいいことだと思いますよ。特に4月の20日以降っていうのはね、太陽が牡牛座に入ることによって、お羊座さんにとっては、やっぱり自分の感覚や自分の価値、そしてお金のことどうしようかなみたいなこともやっぱり出てくるんですね。でもお金のことっていうのは本当に目先のことだけじゃなくて、自分の生き方そのものに関わってくるっていうのかな。一般的には、おそらくですけど、お金をたくさん得たいから何かをするっていうことから、自分がこういう生き方をしたいから、この生き方に合う収入を得ていくみたいな、そんな感じなんですね。なので今まで、私何を求めてやってたんだっけみたいな。そういうことになりそうな感じがします。ちょっと立ち止まってみるっていうのかな。盲目にやっていたことをちょっと立ち止まって、本当に自分が求めているものこれだったよねって再確認してからまた勢いよく流れていくっていう感じです。特にね、4月24日以降っていうのは、その金星というお金とか愛情とか社交性というものと、天王星の今の本当に
なんていうかな、爆竹のように弾けるようなエキサイティングなエネルギーっていうのが一緒になるので、なんか突発的に稼げてしまう時でもあるし、突発的にご自身がお金を使いたくなったりとかっていうこともあるし、すごくいきなりすごい楽しい趣味が芽生えるとか、なんか本当心がワクワクするようなことって起こりやすいんですね。なので、すごくいい時だからこそ、しっかりとその波に飲まれてしまうというよりも、自分っていうものがちゃんとそこにあって、この流れを生かしてほしいなと思いました。で、カードで見るとその後にまた、ワンドの8というカードが出ています。これはもう飛んでいきます。もう自分の意思関係なく流れがもうそうなっちゃうみたいな感じなので、止められませんみたいな感じがあるんですね。なので、気持ちはしっかりと自分の中心に戻しておく。その上で、ちゃんと自分が手綱を握って、この流れを生かしていきましょうっていう感じかな。そしてね、気をつけることや対策として言われているのが、このワンドのページというカードと、あと戦車の逆なんですね。ワンドのページっていうのは、本当に一歩ずつ、少しずつやっていくよっていう意味もあれば、やっぱりこの自分自身が変容していく、そのプロセスって一足飛びにはいかないんだよね、みたいな。やっぱり何か経験を通して、もうなんか赤ちゃんがこう参道を通って表に出てくるような、この世界に出てくるような感じで、新しい自分っていうのは、このなんかいろんな摩擦とか、こう反抗とか、自分の中の葛藤とか、そういうのを感じながら少しずつ変容していくんだよっていうふうに言われているので、なんかすごい勢いがあるから、その勢いに乗っちゃえみたいなのもあるんですけど、やっぱり感情的にもしくは内面的には、一つ気づきがあって一つクリア、一つ気づきがあってクリアみたいな、そういう動きがあるんだなって思いました。これは本当にね、大事なことなんですよ。6月の末までにね、この木星という、発展拡大のところっていうのが自分の心とか家の中に入っているので、やっぱりベースは何だろう、自分の生活のベースは何だろうというのを考えさせられるでしょうし、自分の居場所はどこだろうっていうことも考えさせられるでしょうし、もともとの気質でね、早く進みたいとか、結果出したいっていうのもあると思うんですけど、やっぱ土星がしっかりと抑えて、いや、ここはじっくりと行きましょう、みたいな。ゆっくりと一歩ずつしか進めません、みたいな感じがあるので、そのことをすごく表されてるなって思いました。進みたい気持ちと、勝手に流れていっちゃう運勢と、いや、でも自分を振り返るんだ、みたいな。そして面白いのが、オラクルのカードがロスというカードなんですね。で、これは、要するに、一見自分が損をしているとか、一見自分がせっかく作り上げたものを手放していくような感覚になるかもしれませんということなんです。意識が覚醒していくときってそういうプロセスが起こると思うんですね。なんかこれまで自分がいいと思っていたものだったり、これが自分の理想像だと思っていた自分の理想像がどんどん崩れていくとか、でも本当に自分の魂が望んでいるのはこういう生き方なんだよねっていうところに行くときってやっぱ過去のもの、これまで積み上げてきたものっていうのはどんどんなんか崩れていくような感じがするので、もしかしたらそういう感覚になるかもしれません。ただ、ここに必ず光があります。本当の光の方に向かって勇気を持って壊していくとか、勇気を持って手放していくっていうことがあるんじゃないかなって思います。この4月の後半、もう本当に大事なことが起こっている感じがしますよ。はい、ちょっとこれを踏まえてお仕事のことを見ますね。仕事ね。これ。お金を稼ぐということだけで言うならば、4月の後半は本当に金運があります。なので、自分の手腕で、これまでの経験とか、そういうのを踏まえて、生かしてお金を得ていくっていうことはできるなと思います。でも、仕事ってお金を得ることだけじゃないですよね。やりがいっていうのは。なんかそっちの方がどんどん顔を出していってるのかなと思うんですよ。おっと、また出ましたね。お仕事って見たときに、忍者がまた出ました。そしてカップの3。ペンタクスのクイーンということで、安心してくださいって感じかな。お仕事に関してやっぱり立ち止まって、もう一回考えてみよう。考えたい。このまま、なんか流れのままで進めないんだっていう感じがあるかもしれません。
いいと思います。本当にゆっくりと本当の答えを自分の中で探すっていうのがいいと思います。ただやっぱり人には恵まれてますね。ここでもカップの3出てきました。入り口のところにもありました。なので今お仕事を通して関わっている人たちや、プライベートでもそうなんですけど、なんかいい仲間なんじゃないですか、これは。一緒に祝福できるとか、一人で成し遂げるものではなく、誰かと共有しながら、喜びを共有しながらやっていくっていう感じがあって、一つの達成みたいな感じがあるので、いいですよ。そして、なんかお金のことを、さっき、得ようと思うなら得られる時なんですけど、得ようと思わなくても得られるみたいな感じで出ていますね。しっかりとやっぱり、なんか宇宙の流れって本当に私いつも愛に溢れてるなって思うんですよね。何か例えばさっきのオラクルも何かを手放していかなきゃいけないんだって、もう変わっていく時だよねって言った時に、この先本当どうなっちゃうのっていう不安あると思うんですけど、いやいや、何も心配することありませんよみたいな。必ずそこに、また形を変えた恩恵があるっていう感じがあるので、お仕事においてもちゃんとそれはあるじゃないですかみたいな感じで言われてるなと思いました。なのでちゃんと長く続けていけるようなお仕事だったり、自分がこれだって思うことを、もう少し時間かかるかもしれませんけど、そういったものに携わっていくよっていうのが出ています。ちょっと人間関係見てみますね。人間関係に関してはね、4月、5月って本当にこう人が変わってストレスもかかりやすい時期だと思うので、ちょっと改めて別動画で人間関係とラブメッセージ、最近撮れていなかったものを、アップしますね。なのでちょっとさらっといきます。人間関係はソードの2、デビルの逆、ワンドクイーンということで、もしかしたら人間関係に関してはちょっとこう心を閉じているのかもしれませんね。さっき言ったみたいになんかちょっとここに至るまでの間に気持ちが塞いでしまったりとか、ネガティブな気持ちに、なったりとかっていうのは、もしかしたら人間関係が原因だったかもしれませんね。でもいい気づきです。これは本当に。何か、自分が何かをやってしまったのかなとか、今までその関わっている人たちの良さっていうのを自分が見えてなかったのかなっていうことで、改めて今自分を見ている感じがするので、とてもいいです。そして自分の悪いところを直していこうっていう感じもありますし、むしろ本当に人と関わることによって自分が抱えていたコンプレックスっていうのを手放すよっていうふうにも出てるので、とてもいいなんか内面の成長がある気がします。人を通して。で、この感覚があれば、必ずうまくいくと言いたくなるぐらい、新しいものが生まれてくると思います。関係性において。ここでもやっぱりワンドのね、クイーンっていうのがあって、なんか一瞬ちょっとなんか自分に自信がなくなったりとか、なんか、メッセージとしてはね、自分が他者のいいところを見えてなかったっていうこともあるし、自分が恐れるがあまりに自分のハートを閉じてしまっていたっていうこともあるんですね。だから見えてないのもそうだし、閉じてるのもそうだしってなると両方関わらないじゃないですか。だけど、そういうことがあったなとか、そうだな、私はっていうことを気づいて、それを手放していくっていう流れがあるんですね。で、その後にやっぱり自分らしさ、自分の快活さとか、自分のなんか前向きさだったりとか、持ち合わせてる自分自身で向き合っていくっていう風にできてるので、いいと思います。だんだんとなんか一つずつ光が灯っていくみたいな感じです。いいですね、とても。はい、そんな感じですが、いかがでしょうか、皆さん。何かヒントになりましたという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。ちょっとこれを踏まえて最後にもう一番オラクルカード見てみますね。4月後半、お羊座さんはこれかな？はい、どうでしょう。パーソナルガイドというカードが出てきました。何かやっぱり、自分が自分らしく生きるための応援がありますね。これはもしかしたら先祖のご縁かもしれないし、個人的に応援してくれてる何かいい波動があるのかもしれませんね。はい、ということで、ここまでにしておきます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。